皆さん、はじめまして、こんにちは。レイドシャドウレジェンド日本公式アンバサダーの BS エイコリンです。今回の動画はクランボスのデーモンロード。戦うコツやどのようにパーティー編成したらいいかなど、できるだけわかりやすく丁寧に解説していきます。レイドを始めたら、より良い宝箱をもらえるように真っ先に進めてほしいコンテンツです。よかったら最後までご視聴いただき、グッドボタンも押していただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。デーモンロードの基本。デーモンロードはクランに入ると戦うことができます。クランメンバーと一緒に攻撃していきます。鍵一つで1回バトルすることができます。鍵は6時間経過すると自動で1つ回復します。最大で2つまでしかストックできないので、きっちりプレイしたい方は2つまで溜まったら、もしくは溜まる前に鍵を消費するのがおすすめです。ちなみに私は3時間経つとお腹が空きます。難易度は最大6段階。同じ難易度を何回もバトルできます。回復してない場合は、宝石100で鍵1つ購入することもできます。1日に何回でも購入できますよ。以前、クランメンバーさんが報酬を2倍にするために、宝石を購入して鍵を使ってくれたことがありました。2倍の内容については、後ほどご説明していきます。デーモンロードの HP が 50% 以下になると、虚空属性だったのが、ランダムで別の属性に変わります。有利な属性に変わったらダメージ出やすいけど、不利属性に変わる場合もあるので、HP50% 以下になる前に戦うか迷うところですね。デーモンロードの HP が0になって倒したら、次の難易度が解放されます。解放されたらそのクランではずっと解放されていますので安心してください。倒すと HP のゲージは紫色になります。残り時間が来ると、自身が与えた合計ダメージで難易度ごとに宝箱から報酬がもらえます。残り時間は日本時間で19時から20時の間です。通常、難易度ごとに宝箱は1つもらえますが、倒してゲージが紫になっていた難易度の宝箱は2つもらえます。できれば2つずつ報酬もらえたら嬉しいですね。1つの鍵で難易度の一番下の宝箱をもらえるほどにダメージを出せるようになると、クイックバトルができるようになります。クイックバトルは戦闘を見ずに結果が出ます。めっちゃ時短です。報酬の内容は難易度ごとに箱のマークを開くと必要な合計ダメージを見れます。どの難易度もダメージが多いほど豪華な報酬が出ます。もしナイトメアの究極の宝箱やウルトラナイトメアの人知超越の宝箱までたどり着けたら毎日召喚石が手に入りやすくなるので強い英雄を引けるチャンスが高まりますし、レジェンダリの書も手に入るので、育成した英雄をぐっと強くできます。急にここまでの宝箱にはたどり着けません。レイドシャドウレジェンドを始めたら、まずはイージーの一番下の宝箱を狙っていって、ゆっくり時間をかけて豪華な宝箱を目指していきましょう。それでは、より豪華な宝箱をゲットするために、デーモンロードのスキルと戦うコツを見ていきましょう。デーモンロードのスキルを見ながら戦うコツを解説していきます。まず通常スキル。クラッシングフォース。1体を攻撃してきてデバフのスタンを1ターン付与してきます。このスタンが私としては結構厄介だなと思います。無効化できないと書いてありますので、耐性では防げません。デバフブロックまたはデバフ解除スキルでスタンを防いだり解除したいところです。そしてアクティブスキル1。デーモンロードは属性によってこのスキルが異なります。ややこしいと思いますが、大丈夫ですよ。ざっくりまとめると、全体攻撃が1回または2回、そして何かしらのデバフを付与してくるといった感じです。通常スキルと同様に、デバフブロックまたはデバフ解除スキル、もしくはデバフ時間短縮ができる英雄を入れるといいですね。そしてアクティブスキル2、虚空属性は全体攻撃1回のみ。魔力、精神、理力属性は全体攻撃4回。さらに攻撃力アップ 25% を自身に2ターン付与します。パッシブはすべての属性で共通です。簡単にまとめると、HP バーン、毒、敵の最大 HP がダメージ基準の攻撃によるダメージを抑制。とは言っても、HP バーンや毒はとても有効です。さらにデバフのスタン、フリーズ、睡眠、
行動阻害するデバフ、そしてスピードやターンメーター操作が無効です。そして大事なこととして、デーモンロードのターン数により変化が生まれます。ターン数はここのボスのターン数を見るとわかります。10ターン目からデーモンロードのダメージが上がっていきます。20ターン目からさらにデーモンロードのダメージが上がっていきます。じわじわ強くなっていきますね。50ターン目からバフのダメージブロックと不死身を無視してきます。シールドや回復や蘇生で生き延びたいところです。それではおすすめのバフやデバフなどを解説していきます。おすすめのバフ、デバフ、効果。それではデーモンロードとの戦いに有利になるバフとプラス効果を上げていきます。スピードアップやターンメーターアップ。デーモンロードは一番難易度の高いウルトラナイトメアでもスピードが190と高くないので、英雄のスピードを頑張ってあげて、さらにこれらのバフやプラス効果をかければ攻撃回数を増やすことができるのでおすすめです。回復または治癒継続またはライフスチール異物。序盤は回復できる英雄がいなかったりするので、ドラゴンの巣で入手できるライフスチールの異物を4つつけてあげると回復できます。シールドやダメージブロックや不死身。50ターン目以降はシールド以外が無効となりますが、私としてはおすすめです。デバフブロックまたはデバフ解除。スキルクールダウン短縮やバフ延長。ダメージディーラーが攻撃タイプの場合は攻撃力アップ。回復が追いつかず倒されてしまう場合は蘇生などがおすすめです。デーモンロードはバフを奪ったり剥がしてくることはないので、堂々とバフをつけておけるのがありがたいです。次におすすめのデバフとマイナス効果は HP バーン、毒弱化とセットだとなおおすすめ。毒は数が多くなりやすいです。デバフだけで10個までしか付与することができませんので、毒やその他のデバフを付与する英雄の人数とデバフの数に気をつけてください。スマイト、防御力ダウン、弱体化、攻撃力ダウン、ドレイン。回復や治癒継続がいない場合は入れるのをおすすめ。攻撃力アップがつかないようにバフブロック。デーモンロードのデバフ延長もおすすめです。デバフを付与する英雄の精度はカードで140くらい、ウルトラナイトメアで220くらいがおすすめです。英雄がデーモンロードにデバフをちゃんと付与できているか戦闘中に確認してみて、付与できてなかったら精度を上げてあげましょう。次はおすすめのパーティー編成を解説していきます。それではおすすめのパーティー編成をご紹介していきます。ダメージディーラーを1人か2人。毒とできれば毒弱化も。最初に選べる4人のうちのケイルに毒のスキルがあります。レアだとフローズンバンシーは毒弱化も付与できるのでおすすめです。実際に私はフローズンバンシーをランク6まで育成して使用していました。手に入りやすいのもいいですね。あまり使用されている話は聞きませんが、毒の異物なら精度を盛らずに毒を付与することができます。HP バーン、エピックのジオマンサーやファラキン、そしてジュリアナやカーリニアなどもおすすめです。ファラキンとジュリアナは毒も付与できます。レアだとコフィンスマッシャーやブルワークも付与できます。HP バーンだけでなく、攻撃力ダウンや弱体化なども付与できるスキルを持っているのでいいですね。ダメージブロックまたは不死身。エピックだとデミシアやウォーキャスターが仲間全員にダメージブロックを付与できます。回復か治癒継続かドレイン。仲間全員に治癒継続を付与できる英雄は、エピックだとレクタードラス、イオールフリック、ディラージャ、ウログリム、ロメロなど、他にも治癒継続できる英雄いましたので見つけやすいかもしれません。さらに先ほど挙げたスピードアップかターンメーターアップがいずれかの英雄に含まれているとさらにいいなと思います。もしリジェネレーションや不死の異物を持っていたら蘇生や回復役につけてあげるのもおすすめです。他にも防御力ダウンと弱体化、そしてスマイトも入れられるととても強くなります。スマイトはレジェンダリーかミスティック英雄にのみ魂を用いて祝福で付与することができます。以上がバランスの取れたパーティー編成かなと思いますが、序盤は英雄もあまりいないし、なかなか思うようにパーティー編成できないですよね。できるだけライフスチール異物をつけてしのいでいきましょう。
ステータスのスピードでも大きく変わります。愛情を込めて異物を見直したりしてみてください。無限シールドパーティーについてはこちらの動画で解説していますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。不死パーティーは今後挑戦したいです。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんにとっておすすめの英雄や今デーモンロードで挑戦している難易度などコメントもお待ちしております。おつれいどー